本日ご紹介するのはこちらです。サーリーのディスクトラッカーご紹介します。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。アバブバイクビジョンズではスチールのバイク、カスタムのバイク、ハンドメイドのバイク、スタイルのある自転車をご紹介することを得意でやらせていただいております。今までに取りためたアーカイブスは900本以上ございます。ぜひ 1,2 本見ていただいて面白かったらグッドボタンとチャンネル登録をぜひご活用ください。今日はディスクトラッカーを少しカスタムさせていただきました。あと整備もいろいろとやらせていただきました。こちらは、サドル交換したのと、あと今回はタイヤ交換でしたっけ？タイヤ交換いたしました。はい。チューブレスだったんですよね。はい。でチューブレスで運用されていて、マッドタイヤというか何でしょう、ワッシュバーンからワッシュバーンを使ってたランパートに。はい。ワッシュバーンはどんなパターンかというと、洗濯板みたいなワッシュバーンです。で今回はランパートっていうランパートは、どういうところから名前が来てるかというと、昔のゲームで城壁を崩していくみたいなゲームが昔ありまして、それから来てると思います。要は、輪立ちができてるのを城壁とみなして、その城壁をこう壊しながら切り裂きながら走っていく、そんなイメージですね。そうなんか僕テラベールのタイヤすごく前から推してるんですけど、テラベールって結構名前がすごく良くてっていうか特徴的で、イメージしやすいんですよね。でこれ以外にもラットランドは輪立ちランドですよね。そういうふうに走破性みたいなものがイメージできるような、そういう名前がついているっていうふうな、そういうタイヤブランドです。タイヤブランドなんですけれども、タイヤブランドからスタートしてフォークとかコンポーネントとかもこれからウイスキーコンポーネントと併合して、テラベールっていうふうな形になってどんどん展開されていく予定です。はい、楽しみです。太いタイヤの方がいいですよね。で、なんだったらチューブレスにするのに細いタイヤの意味ってあんまないと思うんですよね。なので、太いタイヤでエアボリュームを稼ぐ。もうずっと前から言ってますけど、軽さを稼ぐためにチューブレスにするわけじゃありません。乗り心地をキープするためにチューブレスにするっていうのが、はい、チューブレスの概念です。なのでレース用に軽くするであったりとか、そういう風な頭は、サーリー乗ってらっしゃる方はそういうことをあんまり考えない、全く考えない、レースとかはどうでもいいって思われる方が多いと思うので、はい、チューブレスっていうのは自分の乗り心地をキープするためのそういう風なものだというふうに認識していただければよろしいかなと思います。で、チューブレスは3ヶ月から半年程度で、中に入れてあるシーラントって言われる糊みたいなものがあるんですよ。内側を留めてるシール材だから糊ですね。で、シーラントって言われるものが中に入ってます。白濁した感じの液体が多くて、中にはピンクのものもありますけど、おおよそ白濁していて、何ですかね、ラテックス系、ゴム系のね、ものの含有量が多いものもあれば、僕たちが使っているのは水性と言われるもので、ラテックスの含有量が非常に少ない、水性のものもあります。で、水性のものは洋服についても取れやすい、お湯で洗えば取れたりとかします。そういうふうな特徴がありまして、だいたいラテックスの方も、水性の方も3ヶ月から半年で中のシーラントが乾きます。完全硬化っていうか乾きます。なくなっていくっていうか揮発します。なのでそれを、
たまに足していってあげてほしいんですよね。で足していく過程で内側の糊とかがどんどんこうレイヤーが重なっていくような感じになると思うんです。で1年ぐらいしたら交換してあげるっていうタイヤを交換してあげるっていうのが一番ベストかなと思います。でそれだけいっぱいシーラントが中にいるとですね、やっぱりバルブステムって言われるものがありまして、そのバルブステムが中が結構固まるんですよね。これですよね。だから今回も、もうお持ち込みいただいた時に、これはショート版で話しましょうかね。ショート版で話します。こういうのが、しっかりと中で動作しないと詰まって、空気いっぱい入れても気圧とかも測りづらいし、いろいろ、悪さしますので、今回はそれも全部やってあります。そして何よりここにスパサイクルのベルを入れてあります。今ちょっとマイクで、ひょっとするとはー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 拾ってるかもしれませんけど、カメラマンがですね花粉症でございまして、すみません。花粉症って言っちゃった。すみません。お聞き苦しくて。大変にお聞き苦しい点がございましたら何卒ご容赦いただければと思います。おりんがね素晴らしくいい音がします。でこの位置がいいなと思いましてつけさせていただきました。あとサドル、これ僕がおすすめしている C13 のカーブド158っていうものです。細すぎてもダメ、分厚すぎてもちょっと当たるところが変わってくるので、僕はこのぐらいがちょうどいいと思っています。で、これを使うときは必ずビブを履きます。でビブを履いてビブの内側に、ワセリンとかしっかり塗り込んだ上で、汗とかで夏とか流れちゃうんですけど、流れたらまたさらに塗るような感じで、こういう風なバッグの中にワセリンいつも入れてあります。でそのワセリンとビブと汗と染み込んでいくと、このカーブドがですねもうびっくりするぐらい変わります。ですごくしなるようになります。そうなった状態が一番いい状態です。で正直このハンモック型のカンビウムは長く持ちません。でもそういうものだというふうに考えてください。だから乗り心地を優先させたものになりますので、長くずっとこのまんまでずっと日光に当てておけば絶対加水分解もしますし、ワセリンなんかを塗った状態でずっと放置すれば必ず、やっぱりいい状態は招かないので、なんかこうかぶせてあげたりとか紫外線が当たらないような状況を作ってあげるとよろしいのかなと思います。で乗り心地を考えてこのフォームをお知らせしました。おすすめしたんですけれども、バックマンサポートついてます。で不正解なことが1個あります。正解ではない不正解なことをやっています。カーボンのレールをバックマンサポートを挟んでます。不正解です。でもこれを理解してくれるお客様にとってみたら不正解じゃなくなるのかなと思ってまして、そこは、不正解なんですけれどもいろいろと試しながらダメだったら外していただくっていうふうなことを考えていろいろとやっていくのがよろしいかなと思っております。人それぞれでいいと思います。自分で、どういうふうに走りたいかは決めていいと思いますし、メーカー推奨じゃないかもしれないけど不正解だけどメーカー保証が受けられないだけで別にやっていいことだと僕は思ってるので、なんかそこはお客様に説明しながらうまく、試してみてください。簡単には壊れません。で試してみてよかった、やっぱりダメだったっていうふうなことだと思うので、正解ではないっていうことをまず念頭に置いてお知らせした上で使っていただこうと思います。自由でいいと思います。でバーテープ、これねバーテープがですね、お客様ご自身で巻かれたそうでして巻いたんですけど、
上手にあんまり巻けなかったというので、なんかこの辺とか滑脱してたんですよ。でこのハンドルの具の部分が見えてたりとか、このバーテープの裏の部分がこう裏返っちゃったりとかしてて、なんかすごく苦戦された後というか頑張った後があったんですよね。で僕ちょっと巻いたばっかりだったら直せるかなと思ってそっとちょっと取ってみたんです。そしたら取れたんで巻き直しました。左右それの時は左右逆にするんですよ。そうすると結構上手に巻けます。上手に巻けてるでしょね。はい、そんな感じです。あとはそうですね、チューブレスで気をつけてほしいことっていうのを今チューブレスでお乗りになっている方がこういうところで気をつけてほしいっていうのはショートバージョンでお知らせしようと思います。では写真をたくさん撮っております。ぜひそちらをご覧ください。はい、ありがとうございました。もともとはね、このふわふわのサドル使われてたんですよ。低反発みたいなやつ。で、低反発でも良かったんでしょうね。これでもいいんでしょうけど、当たるところが微妙に違うのかなとは思うんですよね。確かにちょっと違うのかもしれませんね。ここもね、ほら、見てみて。ここもこんなに穴開いてて、すごいよね。自分でも削れそうじゃない？このサドルすごいね。はい、というところでございました。サーリーの自転車であったりとか、はい、こういった自転車得意でやらせていただいております。ぜひ、組みたいというふうな方いらっしゃいましたらご相談お待ちしております。それでは今日はこんな形で終わります。最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。